どうもゲベスです。さて早速ですが、陰謀の夜黄金のゴッドウィンを殺めた犯人は誰だと思いますか？まず思い浮かぶのは陰謀の夜の主犯を認めている彼女でしょうか。ただ私にはそれがいまいちわからないんです。一体誰がなぜ黄金のゴッドウィンを殺めたのか。ここから彼女も含めた3人の容疑者にフォーカスをして改めて考えてみませんか？いわゆる陰謀の夜の主犯ではなく、ゴッドウィン殺しの犯人やその動機について迫っていく動画になります。進行としては、まず第1の容疑者であり陰謀の夜の主犯であることを認めているラニ様が本当にゴッドウィン殺しの犯人なのかという問題提起から始まります。次に第2の容疑者にフォーカスをしていき、第3の容疑者に関してはまた次回の動画ということになります。今回の解説の構造として、結構初歩的なところから丁寧に順を追って根拠の提示や情報の整理を一つずつ積み上げるようにしています。だからこそ序盤の情報整理とかは人によっては退屈な部分もあるかもしれませんが、それも終盤の考察には必要な工程になりますので、復習がてらに楽しんでいただけたら幸いです。あと動画の最後の最後に第2の容疑者を疑う根拠の一つをとある事情によりあえて後回しにして紹介しています。動画の振り返りや余談のさらに後、本当に最後の最後になりますが、できれば頭の片隅に置いてみてください。それではどうぞ。そもそも作中には陰謀の夜の主犯だとあっさりと自供している登場人物がいますよね。はい、雪の魔女ことラニ様です。じゃあそれで終わりじゃんと言ってしまえば話は早いのですが、殺人事件の解明において自供があればそれだけで万事解決というわけにはいきませんよね。重要な要素が抜けています。彼女がゴッドウィンを殺す動機は何でしょうか。いや、もっと言うと、そもそも彼女は本当にゴッドウィン殺しを自供しているのか。改めて登場人物の証言を振り返ってみましょう。まず陰謀の夜を調査する元学者志望のロジェールさんの証言から、黒き刃の陰謀、そう呼ばれる狂人の夜の古い黄金樹の世紀、まだエルデンリングが砕ける前、何者かが黒き剣のマリケスから死のルーンのかけらを盗み、冷たい夜に黄金のゴッドウィンを指示したのですとのことです。まず陰謀の夜はエルデンリングが砕ける前であること、そしてマリケスから死のルーンの一部が盗まれ黄金のゴッドウィンが殺されたということが分かります。つまり一言で陰謀の夜などと表現される事件は、1. 凶器の材料である死のルーンの盗難、2. 凶器作成、3. ゴッドウィン殺しという3つの工程を含んでいることが分かります。作中で主人公が渡した証拠品からロジェールさんは2の凶器作成にラニ様が絡んでいることを突き止めます。その情報をもとに主人公はラニ様に対し、魔女ラニ、陰謀の夜の主犯だろうと直接問い詰めることができるわけですが、その際のラニ様の証言を聞いてみましょう。なるほど、よく調べたものだ。確かに私は魔女ラニ、死のルーンの一部を盗み、儀式によりそれを神殺しの黒き刃となした。すべて私がやったことだとのこと。つまり1の死のルーンの盗難、2の凶器作成という陰謀の夜の2つの工程を彼女は認めているわけですね。ただ彼女は肝心のゴッドウィン殺しに関しては一切触れていません。これはこの場のセリフだけでなく作品を通して一切触れません。彼女の配下であるセレブスは、それにいかに罪をまといここを気取ろうともあれは弱く愛しい娘なのだよというふうに彼女のことを評していますが、確かに彼女はやたらと自虐的というか偽悪的というか、先回りをして私は悪い女だといった主張が目立つキャラクターです。そんな彼女が最大の悪自慢トピックであるはずのゴッドウィン殺しについては一切言及しないわけです。ここで主人公と絆を深め心を許してからの彼女の自分語りを聞いてみましょう。私はかつて神人だった。デミゴッドの中でミケラとマレニア、そして私だけがそれぞれの2本指に見出され、女王マリカを継ぐ時代の神の候補となったのだ。だから私はブライブを授かった。神人の特別な従者としてな。そして私は2本指を拒んだ。死のルーンを盗み、神人たる自らの体を殺し捨ててでも、私はあんなものに操られたくはなかったのだ。それ以来私と2本指はお互いを呪っている。
災いの影とはあやつの死角なのだよとのことです。要約をすると、ラニ様は2本指から神人として見出された。だが2本指から操られるのは嫌だった。だから死のルーンを盗み、自らの体を殺し捨てた。それ以来2本指とは呪い合っているという感じみたいです。そうですね。つまり彼女は陰謀の夜における死のルーンの盗難と狂気作成という2つの工程を実行した動機を明確に説明しているわけです。この場面の彼女は別に問い詰められているわけでもなければ、実際に体を捨てていることから、その話はかなり信憑性が感じられる証言でしょう。それではここまでの話を整理しましょう。陰謀の夜は3つの工程で構成されている。ラニ様は2つの工程に関しては事実として認めているし、その動機も説明している。その説明は実際に肉体的自害をしていることからもそこに不自然さはない。ただ肝心のゴッドウィン殺しに関しては一切言及していないということになるわけです。仮に彼女がゴッドウィン殺しの犯人だった場合、狂気作成までは明確に動機まで説明しているだけに、3のゴッドウィン殺しが不自然に浮いてくるように思えます。言ってしまうと、ゴッドウィン殺しは己の肉体を捨てるついでということになりかねないわけです。あれだけの大事件がついでだったのでしょうか。ここで前提として確認しておきたいのは、彼女が認めているのは陰謀の夜のその主犯です。具体的には後から触れますが、様々な情報から確実に共犯者や実行犯が存在し、単独犯ではありません。つまり犯行側に複数の思惑や複数の動機が絡んでいて当然という構図があるわけです。主犯であるラニ様にゴッドウィン殺しとのつながりらしいつながりが見られない以上、その共犯者を疑うのは当然ではないでしょうか。作中でやたらと偽悪的に振る舞っているヒロインがそのまま大悪人ということがあるもんだろうかみたいなメタ的な視点も含めて、ゴッドウィン殺しの真犯人は別にいるかもしれないという可能性を洗ってみる価値はあると思うんです。確かにここまでの話では彼女が犯人なわけがないと言える積極的な根拠が揃っているわけでは別にありません。ただもう少しお付き合いいただければ、もしかするとより怪しい容疑者が浮かび上がってくるかもしれません。彼女は日本弓の支配から逃れるために陰謀の夜なんていう大事件を起こし、己の肉体を殺しました。ただ考えてみると、そもそも彼女のその発想ってどこから来たんでしょうか。肉体という大きな代償を払った割には、長い時間が経過したであろう作中に登場する彼女の行動は鉄頭鉄尾2本指を殺し解放されるために終始して、かなりバタバタと苦労しているように見える気がします。本当に肉体を捨てれば2本指から解放されるという考えは正しかったのでしょうか。いや、この正しいか正しくないか自体は別にそこまで重要なポイントではありません。要はなんかよくわからない話を根拠にしてラニ様は陰謀の夜を起こしたんだなと思うんですよね。どういうことかというと、先にも話した通り彼女には共犯者が存在します。そうなるとこれはあくまでも憶測、ただの可能性ですが、神人に選ばれたが2本指の操り人形にはなりたくないと願う赤髪の少女に近づき、それならば死のルーンを盗み出せ、それで神殺しの武器を作り肉体を捨てればいい、そんな言葉でそそのかした人物がいたとしたらどうでしょうか。陰謀の夜の罪を背負う主犯として彼女のことを担ぎ上げた誰かが。ラニ様には共犯者が存在する。主犯とされるラニ様は陰謀の夜のうち凶器の作成までは動機も含めて明確に説明をしている。だからこそ肝心のゴッドウィン殺しへの関わりや動機が余計に見えてこない。それならばゴッドウィン殺しに関しては共犯者を疑うのは当然ではないかという話でした。ならば怪しいのは誰か。陰謀の夜の共犯者。果たしてそれが全部で何人いるかは分かりませんが、より明確な形で陰謀の夜、厳密にはゴッドウィン殺しに加担した人物が存在しますよね。はい、ゴッドウィン殺しの実行犯、黒木刃たちです。オープニングの一枚絵からもロジェールさんの証言からも実行犯が彼女たちであることは間違いないでしょう。しかしこうなると興味深いのがラニ様と黒木刃たちとの関係性ですよね。作中で黒木刃たちはラニ様の配下であるブライブやイジーを襲撃しています。イジーは焼き殺されています。仮に黒木刃たちが
ラニ様の命令で陰謀の夜に大罪を背負い命を落としてまで協力をしていた関係だとすると、違和感が感じられる事実ではないでしょうか。もちろん一括りに黒き刃といっても、その中に派閥が存在し、ラニ様と仲がいい派閥とそうでもない派閥が存在するだとか、いくつかのパターンが考えられます。しかしこのフレーバーテキストを読んでみましょう。黒き刃ティシ、陰謀の夜、黒き刃に死のルーンを宿し黄金のゴッドウィンを殺した暗殺者の一人。ティシーは黒き刃の長アレクトーの娘であり、王都からの逃亡時母を守り命を落としているとあり、黒き刃の長であるアレクトーやその娘のティシーちゃんがゴッドウィン殺しに参加していたことが伺えます。しかし作中の時代ではこのアレクトーはラニ様と縁深いと思われる月光の祭壇、その地にある風牢に封じられています。可能性としてはラニ様が彼女を保護するために風牢にかくまっているなんていう解釈も考えられなくはありません。とはいえ逆にラニ様と黒き刃が親密だと積極的に考えられる描写らしい描写もなく、その上で配下を襲撃され殺されていたり、実行犯の長が月光の祭壇の風牢に封じられていることを総合的に考えると、ラニ様と黒き刃とのつながりに疑問の余地があるのは確かなのではないでしょうか。先に話したラニ様はゴッドウィン殺しについて何も知らず主犯として担がれたのかもしれないという過程に沿って考えれば、ラニ様陣営からすればその実行犯を簡単に殺さずとりあえず牢に閉じ込めるというのは自然な判断な気もします。ならばこの実行犯である黒き刃たちは誰と懇意にしている人物だったのか。とある人物の名前が明確に記されています。黒き刃の鎧、陰謀の夜の実行犯たる刺客たちは全て女性であり、一説にはマリカに近しいまれびとであったとあります。被害者ゴッドウィンの母親であり実行犯と近しいとされた人物、彼女こそがここからフォーカスしていく今回の動画の主役、第2の容疑者マリカ様です。このテキストではマリカに近しいまれびとという表現が登場しますが、この近しいが親密という意味なのか、文脈的に種族とか分類として近いという意味なのか、個人的には多少迷ったところではあるのですが、辞書で調べたところ近しという言い回しの場合は単純な近いという言い回しとは違って心理的に親密という意味合いにどうやら限定されるようです。念のため英語版のテキストも読んでみましょうか。Had close tied with とあり、やはり親密という意味合いのようですね。つまり一説にはと前置きされているものの、実行犯はマリカ様と親密な関係にある同族だとされているわけですね。マリカ様と陰謀の夜とのつながりはこれだけではありません。陰謀の夜に死の一部を盗まれてしまったマリケスに関するフレーバーテキストには、黒き剣の追憶、マリケスは神人に与えられる永住の獣であった、マリカは永住に運命の死の封印たるを望み、後にそれを裏切ったのだとあります。この最後の一文に登場する裏切ったの主語が曖昧で、マリケスがマリカ様の信頼を裏切ってしまったという意味なのか、マリカ様がマリケスを裏切ったという意味なのか、このテキストだけでは判断に迷うところです。これも英語版のテキストを読んでみましょう。She betrayed him。 彼女は彼を裏切った。はい、マリカ様がマリケスを裏切ったということみたいですね。グラングを倒した際のセリフでは、マリカよ、なぜ我を欺いた、なぜ壊したと語っています。このセリフと合わせてマリカ様がマリケスを裏切ったという構図は間違いないでしょう。マリケスに運命の死の封印という役を与えた張本人にもかかわらず、マリカ様はそれを裏切った。過去マリケスが運命の死の封印という役割に失敗したのは陰謀の夜の1回限りのはずです。なぜマリケスは失敗したのか、逆に言うとなぜラニ様は死のルーンの奪取に成功できたのか、そこにマリカ様の加担があったとすれば様々な辻褄が合いそうじゃないですか。加えて陰謀の夜について語るラニ様の一言では、死のルーンの一部を盗み儀式によりそれを神殺しの黒き刃となしたという風にデミゴッドを死に至らしめた狂気のことを神殺しの黒き刃と表現しています。神殺しの刃、神殺しの武器。円卓の鍛冶やヒューグのセリフにこんなものがあります。わしの武器で神を殺してくれ、そ
それがわしの生きたすべて、そして女王マリカとの誓約なのだ。彼の他のセリフからもマリカ様は神殺しの武器をヒューグに求めていたことがわかります。これがどのタイミングのことなのかは判断ができませんが、ともかく彼女は神殺しの武器を求めていたという証言がされている人物なわけです。整理すると、1、一説にはゴッドウィン殺しの実行犯とマリカ様は親密な同族である。2、マリケスに運命の死の封印たる役目を与えたが、マリカ様はそれを裏切っている。3、マリカ様は過去に凶器でもある神殺しの武器を求めていたという証言がされているという感じです。はっきり言って容疑者として疑うにはあまりにも材料が揃いすぎています。ただやはり唯一にして最大の懸念点が被害者の母親であるという点でしょうか。マリカ様は子殺しをなしたのか、母親が愛する子供を殺める、そんなひどいことをするものなのか。もしそんなことがあるとすれば、それだけの大きな事情があるはずだ。そんな風に考えるのが自然でしょう。ですが、そういった考えは殺害という行為が攻撃であり悪意的であるという先入観から来る思考ではないでしょうか。ここで彼女の死生観、思考回路を探るために彼女と伴侶たちとの会話を振り返ってみましょう。マリカ様へのプロファイリングはここからこそが本番です。まずはゴッドフレイとの会話から。第三マリカ教会のマリカ様の言霊。我が王よ、王の戦士たちよ、お前たちから祝福を奪う。そしてその瞳が色あせた時、狭間の地を追放する。外に戦いを求め、生き、そして死ぬがよい。とのことです。我が王であり伴侶であるゴッドフレイに対して追放宣言した挙句に正面から死ぬがよいと語っていますね。これだけだと愛情に欠けたとんでもない鬼嫁発言のようにも取れますが、このまま次の言霊を聞いてみましょう。巡礼教会のマリカ様の言霊。そしてお前たちが死した後、いつか奪ったものを返そう。狭間の地に戻り、戦い赴くままにエルデンリングを掲げるがよい。死とともに強くあれ、王の戦士たちよ、我が王ゴッドフレイよ、とのこと。この2つの言霊がつながっているのかどうかはさておき、鬼嫁かと思いきや旦那さんであるゴッドフレイに対して死んだ後戻ってくるように語りかけていますね。死とともに強くあれという言葉も彼女の死生観を探る上で印象的ですし、愛情を感じる気がします。彼女の語る死んだ汗人たちが狭間の地に戻り、戦い赴くままにエルデンリングを掲げるという状況は、作中の主人公の冒険の状況にかなり似通っているように感じます。仮に厳密には異なる状況だとしても、少なくともエルデンリングが無事に君臨し続けた世界で発生する状況とは考えにくいでしょう。つまりこの時にはすでにエルデンリングを砕くこと、それと同時に自身も壊れかけになることを決めていたのかもしれませんね。この会話の時系列としては、ミリエルのセリフからすると、ゴッドフレイの追放のすぐ後にレナラ様とラダゴンが別れ、マリカ様とラダゴンが結婚するという流れです。つまり普通に考えれば、マリカ様とラダゴンの子である神人の双子ミケラとマレニアが生まれるよりも前、そんな破砕よりもはるか前の段階ですでにエルデンリングを砕き壊れかけとなる予定を立てていたということになりそうです。ここで2本指の言葉を伝えるエンヤ姉さんのセリフでは、だが彼女は罰せられてなお神であり原始の器なのだ。その器に大ルーンを捧げるとき、お主は彼女の伴侶エルデの王となろうとのことで、死者たる主人公の冒険はエルデンリングを修復して神であるマリカ様の伴侶エルデの王になるためのものだとわかります。それも含めて考えると、彼女はゴッドフレイに対して祝福を奪うから外で好きなように死んできて、その後いつかまた戻ってきて結婚しましょうという投げかけをしているように解釈ができるのではないでしょうか。この後彼女はエルデンリングを砕き、彼女自身は壊れかけのマリカになり、破砕戦争を経て実際にゴッドフレイへと祝福の導きが届き、彼を呼び戻すことになります。狭間の地で別れた2人、マリカ様は壊れかけ、ゴッドフレイは死者として再会を目指したわけです。この辺に関してはもっと掘り下げたいのは山々ですが、あえてこのまま次の言霊を聞いてみましょう。女王のネアの言霊。
おうラダゴン、黄金律の犬よ。お前はまだ私ではない。まだ神ではない。さあ、共に砕けようぞ、我が半身よ。これは2人目の伴侶であるラダゴンに対する彼女の言葉のようです。半身ラダゴンに対して、まだマリカでも神でもないとして、だから共に砕けようと真正面から提案をしています。これもやはり一見無茶苦茶で狂気じみた発言ですね。もはや鬼嫁とかじゃなくて、ちょっと何でしょうか。真面目な話、文脈からすると彼ら夫婦が完全に合一を果たすにはお互い一度砕けるしかないというような構図が感じられます。ですが考えてみると、この妙な構図というのは先ほどのゴッドフレートの会話とどことなく似通っているように思いませんか？男と女、夫婦、王と神がお互い一度砕けたり死んだりした状態になってからこそ再び一緒になれる、合一を果たせる、そんな構図が感じられるのではないでしょうか。それを踏まえた上で考えてみると、ラニ様とゴッドウィンに見られる対称性というのはむちゃくちゃに意味深です。死の呪言。呪言はデミゴッド最初の死に刻まれ円環をなすはずである。だがデミゴッド最初の死者は2人あり、呪言は2つの欠陥となった。ラニは肉体だけの最初の死者であり、故に死王子は魂だけの最初の死者なのだとのことです。ラニ様は肉体が死んだ魂だけの存在、それに対して死王子ゴッドウィンは魂が死んだ肉体だけの存在、死に生きるものになったわけです。これは陰謀の夜以降の話ですが、それ以外にも対称性は感じられます。まずラニ様は暗月を象徴する人物として描かれています。地上の人間から見た月はその向きが太陽の向きに近づくにつれ、暗い影が大きくなり視認しづらくなります。しかしその向きがほぼ一致して太陽と月が重なる日食の際に、地上の人間は新月、つまり暗月の姿をはっきりと視認することができます。過去作であるダークソウル3の装備品でも暗月の後ろには丸い天体が描かれており、暗月という言葉は日食の際の月であることが感じられます。それを踏まえた上で、このアイテムのフレーバーテキストを読んでみましょう。食紋の大盾、食の太陽が描かれた金属の大盾、首のない霊廟騎士たちの獲物、蝕まれ色をなくした太陽は魂なきデミゴッドの守護星であり、彼らを運命の死から遠ざけるというとあります。文脈から色をなくした太陽とは食の太陽であり、魂なきデミゴッドの守護星だとされていることがわかりますね。魂を失ったデミゴッドといえばゴッドウィンぐらいしか思いつきませんが、このまま次のフレーバーテキスト、食のショーテル、ソウルの城塞に所蔵される宝剣、蝕まれ色をなくした太陽をかたどったもの、専用戦技死のフレア、色をなくした太陽に死王子の炎を宿す戦技とあります。明確に死王子という言葉が食の太陽に宿る概念として登場していますね。少なくとも死王子となった彼は食の太陽と関連付けられる存在だということがわかります。東西問わず文化的に金は太陽や男性と、銀は月や女性と結びつけられる象徴だったわけですが、黄金のゴッドウィンという二つ名を思うと、彼は生前から太陽と縁深い人物だったのかもしれませんね。それはともかく、日食の際の月がラニ様、日食の際の太陽が死王子ゴッドウィンという風に綺麗な対称性が見られるわけです。さらにその死王子の炎を宿すショーテルを宝剣とするソウル城塞の霊体は、お太陽よ、ソウルの冷たい太陽よ、どうか蝕まれたまえ、魂なきムクロに最短をと話しています。太陽と月が重なり合う日食により最短がなされるとのことです。陰謀の夜に作られた神殺しの武器によりデミゴッド最初の死者となった2人、日食の際の月と日食の際の太陽、そして重なり合うことによりなされる最短。果たしてデミゴッド最初の死者が彼ら2人であったことは単なる偶然だったのか、幼い日に暗月と出会った少女が後に肉体的自害を思い立ったのは本当に彼女自身の発想だったのか、単なる勢力争いや怨恨による偶然の結果に過ぎないのか。そう考えるにはあまりにも出来すぎた構図があるように思えてしまいます。陰謀の夜、その陰謀の正体は一体何なのか。男と女、太陽と月、王と神がお互い一度砕けたり死んだりした状態になってからこそ再び一緒になれる、合一を果たし最短をなせる、
実はこの一見突飛な構図というのはそのまんま錬金術の世界に見られる構図だったりします。詳しくは後ほど触れますが、今は置いといてエルデンリングのこの紋章、複数の輪が組み合わさった形状ですね。大概は輝いた光輪ということもあって遠近感とかは感じられませんが、古い黄金樹の祈祷や黄金律原理主義の祈祷の紋章を見るとこんな感じになっています。これは見やすいので入れ墨の画像を載せていますが、輪が単純に並んでいるだけでなく、お互いがお互いの輪の中を通り絡み合って一つになっていることがわかりますね。考えてみれば複数の輪があった時、こんな風に絡み合わせ一つにするにはどうすればいいか。輪のどこかを一度砕き、その後に修復をする、そんな手順が必要なんじゃないでしょうか。そう考えるとこの紋章もなんだか意味深に思えてきました。いや、まあ実際の輪の場合砕くのは片方だけで十分な気もしますが、そこは一旦置いときましょう。ラニ様とゴッドウィンとの対称性を思うと、もしかすると第一の容疑者ラニ様がゴッドウィンと合一してすごい存在になるためにもろもろをしでかしたという解釈もできそうといえばできそうですが、ロジェールさんが言うにはラニは破砕戦争において行方をくらまし、以来その姿を見た者はいないとされていますが、とのことで、時系列として陰謀の夜にゴッドウィン死亡、エルデンリング破砕、破砕戦争勃発、ラニ様自害という順番のようです。捨てられた大きな鍵、月の王女ラニがかつて肉体と共に捨てたはずの鍵、カーリアの王女に受け継がれる宝箱を開くもの。ラニ様は自害をする際にカーリア王女の宝箱の鍵を捨てたそうです。そしてその宝箱には何が入っているのか。暗月の指輪、暗い満月をかたどった大粒の指輪、月の王女ラニがその伴侶に送るはずだった冷たいちぎりの指輪。ラニが神人であれば伴侶とはすなわち王である。そして指輪には忠告が刻まれている。何者もこれを持ち出すことをなかれ。夜の彼方、その孤独は私だけのものでよい。とのこと。彼女は自害をする前に伴侶に送るはずだった指輪を宝箱に入れ、その鍵を捨てたわけです。そこには何者もこれを持ち出すことなかれ。夜の彼方、その孤独は私だけのものでよい。という言葉が刻まれています。伴侶に対する強い諦めと同時に孤独に生きる決意が感じられますね。いろいろと想像が膨らむところではありますが、少なくともこれからゴッドウィンと結婚、合一をしようという前向きな状態にあったとは考えにくそうです。ならば第二の容疑者マリカ様ならどうか。例えばマリカ様は我が子ゴッドウィンを神人ラニ様と合一させようとしていた。だからこそラニ様に死の奪取及び狂気政策、肉体的自害を進め、親しい同族に狂気を与えゴッドウィン殺しを依頼した。つまり可愛い我が子を立派な王様にするための善意の子殺しであったというふうに考えられるかもしれません。個人的にはこれはこれで面白い筋書きだとは思うのですが、実を言うと違うだろうと思っています。彼女のその後の行動や実際に起こった事象を考えるとそうは思えないんです。より凄惨で狂気的な悪意の子殺しである可能性が浮上してきます。まずは時系列を確認しましょう。ロジェールさんの証言。それは歴史上初めてのデミゴッドの死であり、エルデンリングが砕け破砕戦争が起こるそのきっかけになったと言われています。とのこと。これ以外のセリフからも陰謀の夜、エルデンリングの破砕戦争という順番だとわかります。英語版の公式サイトにはAfter his death, the Elden Ring was somehow shattered と書かれており、彼の死の後、エルデンリングは何か砕かれたとされています。このあたりをまとめると、ロジェールさんが言うには、ゴッドウィンの死は破砕のきっかけ。英語版公式サイトは、彼の死の後、エルデンリングは砕かれたと説明しています。具体的な数字などは提示されていませんが、これらを総合的に考えると、ゴッドウィンの死んだ後、そう間を空けずにエルデンリングが砕かれたと考えても良さそうに感じます。曖昧ですが、何ヶ月とか何年とかの時間は経っていなさそうです。このエルデンリング破砕の時系列のイメージについて、
頭に入れた上でゴッドウィンは陰謀の夜に殺された後どうなったのか振り返ってみましょう。死王子の傘、その顔の主は死王子であるという。彼はかつてゴッドウィンと呼ばれ、デミゴッド最初の使者として王都の地下深く黄金樹の根元に埋葬されたという。死の根、死に生きる者たちを生み出す源。陰謀の夜、盗まれた死のルーンはデミゴッド最初の死となった後、地下の大呪魂を通じて狭間の各地に現れ、死の根として芽吹いたのだとのこと。彼は王都の地下深くの黄金樹の根元に埋葬され、そのおかげで大呪魂を通じて狭間の地に魂だけの死が蔓延してしまい、それに触れた死に生きる者が続出する原因になってしまったようです。些細なことですが、ここから王都側の状況が少しだけ見えてくる気がします。まず根元に埋葬したという行為から幹事の儀式を行い、黄金の貴公子を最短させようとしたのだと想像ができそうです。それに加えて彼らはゴッドウィンが死んでいるのは魂だけであって肉体は生きているなんていう異常事態にあることを認知していなかった、もしくは正確に理解できていなかったと思われます。そうでなければ普通の死者のように幹事をさせて異常な死の蔓延なんていう悲惨な事態を引き起こしたりはしなかったでしょう。悲惨な事故として死の一部が黄金樹に取り込まれてしまった。埋葬した王都側は何も知らなかったから。異常な死を用意し彼を殺めた犯人以外は。グラングに4つ目の死の根を与えると、おかしい、混ざっている、だが死だ、ならばよい、もっと食わせろというセリフが聞けます。かつて死が取り除かれたはずの黄金樹には作中の時代になるとゴッドウィンを殺めた死だけではなく、それとはまた異なる死が混ざっているようです。一つは陰謀の夜に作られた神殺しの黒き刃から、ならばもう一つはどうやって混入した死なのでしょうか。マリカの土、狭間の外、マレビトの地で作られたという石槌。女王マリカがエルデンリングを砕こうとし、ラダゴンがそれを修復しようとした獲物とあります。そもそもなぜこの土はエルデンリングを砕くことができたのでしょうか。先にも紹介した通り、言霊の中で神であるマリカ様は共に砕けようと語っていますが、それはいわば神を砕く行為と言えるはずです。すなわちマリカの土もまた特殊な神殺しの武器だと解釈ができるのではないでしょうか。マリカ様の土はマレビトの地のものであり、マリカ様自身もゴッドウィンを殺めた黒き刃たちもやはりマレビトです。そう考えると、マリカ様がエルデンリングを砕くことができた土も陰謀の夜に作られた神殺しの武器の一環や延長なのかもしれませんね。グラングの例のセリフは、神であるマリカ様とラダゴン、つまりエルデンリングを砕いた死とゴッドウィン殺しの死との2つの死が黄金樹には混入していると解釈ができるかもしれません。まあ懸念点としては、それをグラングがおかしいと表現するのかはちょっと微妙な気がしますね。それはともかく、先に紹介したグラングのマリカよ、なぜ我を欺いた、なぜ壊したというセリフでは、マリカ様がマリケスを欺いた事実とマリカ様が何かを壊した事実が直結されているような言い回しに感じます。マリケスを欺き、死のルーンを盗み、それで作った神殺しの武器によりエルデンリングを破砕したという筋書きに沿えば、このグラングの言い回しも納得がいくのではないでしょうか。女王のネアの言霊、王ラダゴン、黄金律の犬よ、お前はまだ私ではない、まだ神ではない、さあ共に砕けようぞ我が半身よ。マリカ様はラダゴンに対して共に砕けようと真正面から提案していますね。つまりマリカ様は不意をついてエルデンリングを砕いたわけではないようです。そうなると、そもそもの疑問として、なぜラダゴンはエルデンリングをもっとちゃんと修復することができなかったのでしょうか。彼らの肉体や行動の支配権がどうなっているのかは正確には判断ができませんが、ほぼ同時にお互いが土を違う目的で振るっている描写からしても、どちらかに一方的な支配権があるというより、お互いが支配権を奪い合えるような関係だったと想像ができそうです。少なくとも律儀に破砕の提案を事前にしていることから、マリカ様が一方的に支配権を持っているということはなさそうな気がします。つまりラダゴンはマリカ様のエルデンリングの破壊について反対意見だったとしても、あらかじめ対策が可能だったでしょうし、おそらくは彼も提案に賛同した可能性が高いということでしょう。神殺しの武器を手に入れた。
それで私がエルデンリングを砕くからあなたが修復して。そんな風に破砕だけでなくその後の修復までも含めたワンセットの行い、それによる完全なる合一を提案したのだと想像ができそうです。ですがご存知の通り、実際問題としてはエルデンリングの破片は飛び散り、ろくに修復などされずボロボロな状態に陥りました。マリカ様とラドゴンの完全なる合一もどうやら失敗に終わったようです。なぜこんな状態になったのか。再び巡礼教会の言霊を振り返ってみましょう。そしてお前たちが死した後、いつか奪ったものを返そう。狭間の地に戻り、戦い赴くままにエルデンリングを掲げるがよい。死とともに強くあれ、王の戦士たちよ、我が王ゴッドフレイよ。そしてそれは実現しました。だからこそ全ては彼女の計画通り。彼女の砕いたエルデンリングがラダゴンによりろくに修復されないことも彼女の計画通りだったはずです。マリカ様はラダゴンの想定していなかった何らかの下準備を仕込んでいた。破砕前にマリカ様がしていたこと、それは何か。神と王、男と女、その完全なる合一。その条件として今回の話では何が考えられるとしていたか。死。もっと言うと現実世界の死のような取り返しのつかない完全なる消滅とは少し性質の異なる不完全な死。祝福により蘇ることができる汗人たちの死であったり、壊れかけと表現されるような半端な死。エルデンリングを砕き、同時に壊れかけとなった神と王、マリカ様とラダゴン。ラダゴンはそれを修復できるつもりだったはず。ですがもし、あらかじめそこに第3の壊れかけ、第3の半端な死者が仕込まれていたとしたら、一体何が起こるのか。マリカ様やラダゴンがエルデンリングと連動しているように、マリカ様が黄金樹と連動しているならば、黄金樹、つまり壊れかけのマリカ様に飲み込まれた第3の半端な死者はどうなってしまうのか。厳密に彼の埋葬とエルデンリングの破砕が完全に同時かは判断がつきませんが、木が死者を飲み込み返すという感受はおそらくはそう短時間で済む事象でもないでしょう。そう考えると時系列としても無理はないように思えます。エルデンリングは、黄金律は、マリカ様は、ラダゴンは砕かれた。すぐに修復され完全なる合一が果たされるはずだった。しかしそこにはあらかじめ第3の半端な死が仕込まれており、そのままいびつで半端な合一が果たされてしまい、彼は偉業と化したのではないでしょうか。厳密にエルデンリングの修復を阻んだのがゴッドウィンの魂の死という性質なのか、当事者ではない第三者の死だからこそラダゴンには修復ができなかったという理屈なのか、このあたりも判断には迷うところですが、マリカ様に深く突き刺さり貫いている赤い何かは、修復を阻んだ異物としての死が食い込んでしまっているその表れなのかもしれませんね。つまりマリカ様は何年も前から愛するゴッドフレイとの完全なる合一を果たすために、ゴッドフレイを汗人にして狭間の地の外で死んでくるように頼み、ラニ様を担ぎ陰謀の夜を起こし、我が子を殺し、その埋葬のタイミングに合わせて今の旦那と心中し、その後に祝福の導きで死んだゴッドフレイを呼び戻したという流れだと想像できそうです。ただ死王子が半端な合一により偉業と化したというその推察に関して、おそらく結構唐突でいまいちピンとこない方が多いだろうと思います。大丈夫です。それが真っ当だと思います。実を言うと私の思考の順番として、ここまでの話はあの偉業の姿に関するとある知識から逆算的に導き出した筋書きだったりします。それは作外の知識、ちょっと先にも触れた錬金術の知識に基づいた話になります。なぜゴッドウィンは偉業と化したのか、あの姿から何が読み解けるのか、お話しします。うちのチャンネルは初期バージョンのテキストだとかも含め、神話、天文学、生物学などかなり作外枠外の知識を扱ってきたチャンネルなのですが、そういう話はとにかく人を選ぶというか、扱いが難しいことは実体験として重々承知しているので、
今回からは初見さんに優しい動画を心がけてここまで原稿を書いてきました。しかしごめんなさい。こっから先はちょっと我慢して聞いてください。ただ自分なりに初見さんにも優しく最低限の情報で頑張って説明したいと思います。死んだ男女が合一し完全性を得て最短をするという構図は錬金術に見られるものだという話は先にしましたが、それだけだとそもそも錬金術が本当にエルデンリングに関係しているのかという疑問を持つことは真っ当なことだと思います。エルデンリングと錬金術との関係性について過去の動画で解説しており、細かい話や小難しかったり長くなる話はいろいろあるのですが、単なる偶然とは考えにくいコンパクトに話せる共通点を一つだけ挙げておくと、霊廟騎士に関してです。霊廟騎士の鎧、背中の羽飾りは死の鳥に由来する。それは自らの首を切り落とし殉死した後に霊としてこの地に留まるための呪いであるとありますが、この首を切り落とすことで霊としてこの地に留まるというファンタジーにしてもどんな理屈なのか謎すぎる儀式。実はこれもそのまんま錬金術の世界で見られる構図です。錬金術の世界では霊体というのはすぐにどっかに行って消えてしまう揮発性物質の比喩として登場し、その揮発を防ぐための固定化させる作業を弾頭や斬首に例えられます。加えてカラスやハゲタカなどの黒い鳥が死の象徴とされ、比喩の中で弾頭されるのは王であったりその黒い鳥であったりします。要はこの霊体を固定化させる弾頭の儀式と死を象徴する黒い鳥は密接な関係にあるわけです。結構似ていますよね。これはただの一例ですが、単なる偶然なのか部分的なことなのかどうか騙されたと思って、ここからの錬金術に関するお話も聞いていただければ幸いです。まず錬金術の最大の目的は賢者の石だとされます。この賢者の石のありようは比喩表現を含めて様々な形式で語られます。不老不死の薬だとか金を生み出す石であったり、世界樹であったり、完全性を有して最短する王であったり。ただの石の話で急に最短がどうこうって何のこっちゃと戸惑う方も多いとは思いますが、錬金術は死から始まる物語なのです。錬金術というのはざっくりと説明すると、要はその辺にありふれた雑魚金属をるつぼとか溶液で溶かしたり燃焼させることから始まり、その後もなんだかんだの工程を踏んでスーパー物質である賢者の石にたどり着こうとする学術という大まかなイメージで OK です。その最初の溶かしたり燃やしたりする作業を死に例えており、最終的にはスーパー物質を生み出しているわけですから、それがまず死んでから完全性を有して最短する王と例えられるわけです。この最初の死の段階は国化ネグレドと呼ばれ、その国化を繰り返すことで浄化された段階を発火アルベド、その発火に至った物質同士が合一し賢者の石に至った最終段階を石化ルベドと呼びます。この完全なる王を目指す国化発火石化の3段階の過程は物質同士の死なせ合いや合一、絵画などにおいては蛇や鳥などの生物の殺し合いや共食いとして描写され、時に彼らは国化発火石化にちなんで黒白赤の3色で表現されます。黒白赤の共食いする蛇に完全なる王を得るための殺し合いの螺旋。どっかの別のゲームで聞いたような話ですが、それはさておき、錬金術の世界では太陽や金と結びつけられる男性性原理を異用、月や銀と結びつけられる女性性原理を水銀だとして、あらゆる物質はこの硫黄と水銀の合一により作られるとされています。死んだ後浄化された硫黄と水銀、太陽と月が合一することにより賢者の石として生まれ変わるというわけです。とりあえずここまでは大丈夫でしょうか。だいたいこの辺りが錬金術の大枠ですが、ゴッドウィンやマリカ様の物語について話すためには、ここからもう少しだけ踏み込んだお話が必要になります。ここから先は過去動画でも触れていない初出しの錬金術トークになります。それではこの絵をご覧ください。これはゾロアスター教の開祖であるゾロアスターがドラゴンの皮に書いたとされる錬金術の本クラビス・アーティス、その写本とされる本の挿絵です。
本の設定がぶっ飛びすぎているのはさておき、下半身がドラゴンだかヘビだか魚だかになっている化け物が描かれていますね。類似した描写はこのクラビス・アーティス以外の錬金術の挿絵にもたびたび見られ、全体的には人魚のような造形になっています。この人魚のような化け物は何者なのか、その答えはいろいろと調べた感じ、どうやら2パターンがあるようで、例えばこの絵とかに関しては石化に至った賢者の石を描いたものだとされているようです。賢者の石というのは相反する男性性原理と女性性原理が合一した存在ですから、両性具有であったり、とにかく異なる要素が合一している感じの描写がされがちです。錬金術において蛇は女性性原理である水銀と結びつけられる象徴ですから、この絵の場合は頭が男性性の象徴である太陽、下半身が女性性の象徴である蛇になっているみたいな感じだと思われます。そしてもう一つのパターンが賢者の水銀メルクリウスで、どちらかというと人魚のような姿で描かれるのはこっちのパターンが多い印象です。こちらの絵なんかは前回の動画を視聴済みの方ならわかるかもしれませんが、もろですね。もろに賢者の水銀らしい賢者の水銀です。賢者の水銀というのは簡単に説明しますと、物質を溶解させたり浄化させたり結びつけたりする溶液みたいなイメージで、硫黄と水銀の両方の性質を併せ持つスーパー水銀だとされます。この絵のこいつは頭上に水銀のマークが記されており、男と女、硫黄と水銀の手を取り持っていますね。露骨に賢者の水銀です。下半身は蛇というより完全に魚という感じですね。ともかく言ってしまうと、要は賢者の石だとしても賢者の水銀だとしても、どちらにせよ象徴論として硫黄と水銀の両方の要素を併せ持つ存在ですから、似たような人魚のような描かれ方をされてしまう場合があるわけです。人魚のような姿、作中に一人だけそんな人物が登場しましたよね。彼は一体どのタイミングでなぜこのような偉業と化してしまったのか。次はこの絵をご覧ください。これは母のスカートに潜り込む王を描いたとされるカンティレーナという錬金術について記した本の挿絵になります。その説明としては、王は哲学者の赤い息子として最誕するために彼の母と結合しなければならないといった内容が記されています。赤い息子というのは石化に至った賢者の石のことですね。この本以外にも、王子が王として最誕するために母の子宮に入らなければならないだとか、母と息子が愛し合って結合しなければならないだとか、そういった記述が複数登場します。前提として石化で合一するのは王と王妃であるパターンがあくまで基本形ではあるのですが、実は錬金術の世界では双子間であったり母と子の間であったりの近親相関にまつわる表現がそこそこ登場します。小難しい理屈はあえて省きますが、考えてみればるつぼやフラスコの中で同じような物質を分離させたり結合させたりいろいろと繰り返すのが錬金術ですから、ごもっともといえばごもっともな構図なのかもしれませんね。はい、以上が悪意的心施設のあらましになります。ちなみに余談としては、錬金術の世界では硫黄と水銀の結合が世界構造の基本なのですが、実在する硫黄と水銀の化合物は硫化水銀であり、その鉱石は辰砂と呼ばれます。この辰砂は硫黄と水銀の合一により生じることから、時には錬金術の賢者の石とみなされる場合もあります。また加熱することで水銀なんていうロマン物質が得られることや、その鮮やかな赤い色から龍の血と呼ばれます。日本でも古来から神社の鳥居などに使われる朱という色はこの辰砂を顔料とした色のことです。それに加え、先にもお話しした人魚のような姿で描かれることがある賢者の水銀は様々な比喩で表現される概念なのですが、その比喩の一つが龍の血になります。なんだかごちゃごちゃと複雑に比喩表現が行き交っていますが、要は錬金術の世界では人魚っぽいやつも龍の血もどちらも賢者の石や賢者の水銀の比喩表現として登場するわけです。狭間の地の地底に流れる川、その上流に位置する人魚のムクロ、うちのチャンネルでは神秘は龍の血に由来する概念などではないかとしてきましたが、
その下流には泥人や銀雫などの神秘と縁深い文明があり、そして赤い腐敗が封じられた腐れ子があります。ちょっと様々な想像をすることができそうですよね。さて、ここから今回のお話、仮説の懸念点を話していきます。振り返りだとか反省会みたいなものですが、実を言うと今回のお話の着地点はその先です。黄金の貴公子の奇妙な冒険、彼のたどり着いた悲惨な結末に迫ってみましょう。ちょっとここで補足させていただきたいのが、黄金樹やマリカ様の歴史についてです。おそらく初見さんからすると、今回の説明だけだといまいちイメージしにくい部分が多かったと思います。丁寧に話すとかなり長くなってしまう内容で、すでに過去の動画で話してきたことなので、ここでは根拠の提示などは割愛して、私の考える暫定的な筋書きだけを一応お話ししておきます。まず前史時代、マリカ様とゴッドフレイはほぼ完全な合一を果たしていた。これが黄金樹の前身であり、錬金術的に言うなら石化に近い赤みを帯びていたルツボの状態。それを危惧したのか、大いなる石がエルデの獣を送り込みカットイン。2人は引き離され、寄生者エルデの獣の人格たるラダゴンがマリカ様の新たな伴侶として芽吹く。この辺の流れが3本指の言う大きな一つが分かたれた話で、錬金術的には石化から黄化へと対抗して黄金の黄金樹になったという流れ。マリカ様と引き離された当時のゴッドフレイが作中で過去に飛び出会える古竜の王プラキドサクス。だからこそゴッドフレイが最初の王で、プラキドサクスは前世の王という説明がされる。ゴッドフレイが具体的に何がどうなってあんな人間っぽくなったのかは、セロー氏を背負うことになる流れとかと関係しそうですけど、まだ考えがまとまりません。酔い目の女王の立場とかもまだ迷っています。ともかくこのような流れがあったからこそ、マリカ様はどうにかして己に食い込んだラダゴンを排除して、再びゴッドフレイと結婚し直したかったんじゃないかという今回の仮説につながるわけです。もしこの筋書きがある程度合っていたとしたら、壮大な恋愛ドラマですよね。だからこそ私からすると、主人公がとんでもない NTR 野郎に見えてしまうわけです。そんなこんなで長々とマリカ様による悪意的心施設についてお話ししてきましたが、この仮の筋書きにおける懸念点、違和感や難点も挙げておきましょう。まず感情論のようですが、いくらなんでもマリカ様がサイコパスすぎるだろうというところ。そこを考えると、ゴッドビンは具体的にどういう生まれのデミゴッドなのかとかが気になってきますよね。どのタイミングに誰と誰の間に生まれたデミゴッドなのでしょうか。その名前からするといかにもゴッドフレイの子っぽいですし、黄金の貴公子なんて呼ばれ方もいかにも由緒正しき王子様という感じはするのですが、今回の仮説において犠牲になったのがなぜ他の誰でもなく彼なのかという説明はいまいちつかみきれません。その背景にはフロムらしいというか、マーティンさんらしいというか、ドロドロとした人間関係があるのかもしれませんね。例えば前妻がどうだとか、愛人がどうだとか、酔い目の女王がどうだとか、そういう感じで、逆に由緒正しき可愛い我が子だからこそ結合の相手に選んだという可能性も考えられるかもしれませんが、それはそれでちょっと怖すぎますね。ゴッドウィンが誰の子なのかという問題は、私としてはいろいろ考えましたが、最近は結局なんだかんだでゴッドフレイとマリカ様の第一子なんじゃないかと思えてきました。むちゃくちゃプレーンな見解でちょっと気恥ずかしいですけど、ただ黄金樹が赤みを帯びていた頃のゴッドフレイとマリカ様の純粋な子供がゴッドウィンで、分かたれてマリカ様にラダゴンが混ざった後の2人というか3人というかの子供がモーグやモーゴットのような忌み子たちという感じだと収まりがいいかなと思います。そう考えるとゴッドウィンが特別、古竜との結びつきが強いという説明もつきそうですし、どうでしょうか。次の懸念点としては、マリカ様の行動原理が愛するゴッドフレイと一緒になるためという筋書きは美しいといえば美しいんですけど、結局作中で彼女の新たな伴侶になるのが主人公だという違和感でしょうか。
ベルナールさんの言う仕組まれたイサリアイやギデオンの言うマリカはずっとあがき続けることを望んでいるという話ですが、ゴッドフレイという本命に当て馬を用意し殺し合いの螺旋を作り出すという構図は錬金術の理屈から考えてもマリカ様の思惑として理解ができます。ただ作中で結局ゴッドフレイを倒し殺し合いを制してラダゴンやエルデの獣をゴッドスレインしてマリカ様の伴侶となるその主人公は一体どういうつもりなんだという話なんですよね。単純に空気が読めない脳筋野郎で済ませていいものなのかという問題です。この辺りの謎というのはミケラという人物像への掘り下げとかも鍵になりそうですが、それに関してはまた別の機会にでもお話できたらいいなと思います。あとこれもちょっとした懸念点ですが、先にも紹介した陰謀の夜について書かれた英語版公式サイトの文章には、黒き刃が殺したターゲットはゴッドウィンだけでなく多くの被害者が出たとされています。仮に今回の仮説のように特別な目的があってピンポイントでゴッドウィンを殺したかったのなら、他の犠牲は必要ないはずというふうに考えられるかもしれません。これに関しては確かにそれもそうなのですが、ただ辻褄合わせはいくらでも考えられるので強い反証にはならない気がします。例えば今回の仮説に沿えばマリカ様からすればゴッドウィン殺しは大いなる計画の大事な第一歩ですから、この時点で彼女が何かを企んでいるということを絶対に大いなる一サイドに悟られるわけにはいかなかったはずです。だからこそ陰謀の夜は反逆者の犯行だというカモフラージュを犠牲を払って行ったとしても不思議はないように思えます。あとは状況次第では彼女にとっての邪魔者もいたかもしれませんし、ゴッドウィンを暗殺するための環境づくりという線もあるかもしれませんし、情報が漠然としすぎていていろいろ考えられそうですね。それで次の懸念点が一番複雑で長い話にはなるのですが、今回の仮説のような地下のムクロがエルデンリングを修復できなかった元凶であるとした場合、ズバリなぜ作中で主人公はエルデンリングを修復できたのかという問題が発生します。単純に考えれば第3の使者である使用時の問題は主人公がエルデの王になる際に重要なハードルになりそうなものですよね。ただ作中でそういう印象は全く感じられません。フィアさんイベントを進行すると使用時の異常事態を解消していると解釈ができそうな展開が発生します。使用時が諸々の元凶であるという今回のような過程に沿えば、それを解消したこのルートの結末というのはもっとスペシャルな感じになっても良さそうなものですが、実際にはこのイベントを起こすかどうかで別に何もエンディングには影響がありません。それを思うと今回の使用時こそが諸々の元凶であるという仮説は怪しくなってくるわけです。ただフィアさんイベントに関係なく全ルートにおいて使用時の問題は解消されているという解釈もできそうに思うんです。その理由は2つありますが、まず1つ目は主人公は全ルートにおいて死のルーンの解放を行っているという点です。マリケスを倒した後のエンヤ姉さんのセリフでは、死のルーンが解き放たれた、狭間は暗い死の運命に覆われ、だがそれは拒絶の棘をも焼いていくとのことで、正直あまり具体的な意味はよく分かりませんが、ともかく死のルーンが解き放たれたとのことで、それは狭間全体の死の運命や黄金樹に大きな影響を与えているということがとりあえず分かります。ここからとりあえず黄金樹に混入した半端なしという問題点が解消された出来事であるという解釈はなんとなくできそうに思います。そして次の2つ目の理由ですが、あまりに意味不明すぎて思わず無視したくなるこのテキスト。首なし騎士ルーテルが殉死し守り続けた魂なきデミゴッドが最短した時、彼女は英雄として感受を賜ったとのことで、魂なきデミゴッドが最短したという事実が過去形で書かれています。魂なきデミゴッドといえば言わずもがなゴッドウィンですね。それ以外の可能性も否定はできません。ただ作中で登場するデミゴッドや真珠島との数などの対応性などを考えるとかなり厳しいと思います。
厄介ですが、ゴッドウィンはどこかのタイミングですでに最短をしているという可能性は頭の中に入れておくべきなんだろうと思います。ただ、すでに最短をしているんだったら、フィアさんがイチャイチャしているあのムクロは何なんだという話になりますよね。はっきりとしたことは言えませんが、そもそもあのムクロは各地に繁殖していたりする感じですから、縁者の謎も含めてそういうつもりで受け止めた方がいいのかなと思っています。もうゴッドウィンの分身はいっぱいいるみたいな、なんとなくそういう感じで、ですから要はゲーム開始時点ですでにゴッドウィンは最短していて、本質的な使用時問題は解消されているのかもしれないみたいな話です。以上が今回のマリカ様の小殺し説に関する懸念点として私が今思いつくポイントです。視聴者の皆さんも気になるところがもしあれば、できれば具体的にコメントで指摘していただけると助かります。さて、ここからが今回のオチ、今回のお話の着地点になります。先にお話しした通り、ゴッドウィンはすでに最短しているっぽいことが書かれていながら、エンシャーだとかストームビルの地下だとかフィアさんイベントだとか現在の彼の姿というのはいまいちつかみどころがありません。ここでゴッドウィンという人物の異様な2つの特徴に注目してみましょう。まず、なぜなのか。古竜との友好的な関係を持ち、特にファルサクスとは極めて深い関係にあります。その古竜は赤い雷を武器にし、彼もまた雷や雷の槍を武器に戦った人物です。この謎の多い彼の特徴、該当する人物が作中の時代にも一人だけ登場します。指跡のバイクです。彼はゴッドフレイの親友であるフォルサクスの姉ランサクスと深い関係にあったことがフレーバーテキストから読み取れる人物であり、やはりイカズチやイカズチの槍を武器に戦う人物です。さらにこのイメージアートでバイクがひざまずいている目の前の相手はゴッドフレイの遺体なんじゃないかという話を過去の動画で紹介しましたが、彼はゴッドフレイと何らかの深い関係にあった可能性が感じられる人物なわけです。もしも彼が最短したゴッドウィンだとしたら、こんな特別な扱われ方も納得がいくのではないでしょうか。そうだとすれば錬金術的な解釈としても、生前では黄金のイカズチしか使えなかった彼が最短を果たしたことでより完全性を得た赤いイカズチを使えるようになったとしても納得がいきます。先ほど紹介したルーテルは彼女という風になぜか唐突に性別が説明されている人物ですが、殉死してでも魂なきデミゴッドのことを最短するまで守り続け、感受を賜ったとのことです。感受とは最短の儀式です。つまり彼女もまた魂なきデミゴッドとそう遠くないタイミングに最短を果たしたということになるのではないでしょうか。バイクは己の御子を焼かないために己自身が狂い火に焼かれたことが匂わされている人物です。もし仮にその巫女が前世で己のために殉死して守り続けてくれた女性だとすれば、彼が彼女のために豪華に焼かれる選択をしても不思議はないのかもしれません。それに彼は王都の奥深くへ潜って狂い火に焼かれたとのことです。主人公は3本指と謁見するのに裸になる必要がありましたが、バイクは鎧の上から指紋をつけられており、主人公とバイクでは地下で起こった出来事に何らかの決定的な違いがあることが感じられます。黄金樹の地下深くにいるのは3本指だけではありません。例のムクロが存在します。もし彼がそこで全ての真実を知ったなら、己が何の目的で誰に殺され、誰と誰の合意により最短を果たした存在なのか。このイメージアートは最短したゴッドウィンの物語、その絶望的な結末だったりするのかもしれませんね。という感じで、彼を地下に誘ったのは誰なのかとか、そもそも3本指って何なんだとか、まだまだ謎は多いですが、やっぱり主人公の冒険するぶっ壊れ世界の前日譚はがっつり存在しそうな気がしますね。作中の異常な世界は前日譚の主人公バイクによる何らかの選択や行動の結果なのかもしれません。だからこそ彼は何者かによって風浪に封じられてしまったみたいな感じでしょうか。さて、現時点ではまだ空白だらけのスカスカな推察ですが、以上が一応の着地点ということになります。前日譚に関してはこっからもうちょっと詰めていきたいですね。あと、そういえば今回のちょっとした補足として、
ラニ様とゴッドウィンは何者かの陰謀により対照的な死者になったんじゃないかみたいな話をしましたが、今回の話だけだとゴッドウィンの利用法にだけしか触れていませんでした。ラニ様の方に関しては今一応ぼんやりとした考えがあるので、次回の動画でできるだけ踏み込みたいと思っています。このままその次回の予告もしておきます。動画の初めにゴッドウィン殺しの3人の容疑者にフォーカスをしていくと前置きをしました。第1の容疑者ラニ様、第2の容疑者マリカ様。このマリカ様に疑惑を向けた第1の根拠は実行犯である黒木刃とのつながりでした。ですが、そのフレーバーテキストの書かれた黒木刃の装備一式はどこで入手できるか覚えていますか？はい、天霊街オルジナです。個体数の少ない黒木刃ですが、この場所には身隠しのベールを羽織った彼女たちが複数出現し、白金の射手たちと共に襲いかかってきます。正確に比較とかできていませんが、多分作中で最も多くの黒木刃が集中している場所なんじゃないですかね。これ一見不思議じゃないですか？オルディナといえばご存知の通り、明らかにとあるデミゴッドと演武が一致です。そしてそのデミゴッドは陰謀の夜の被害者ゴッドウィンとの人物関係が見られる作中で唯一とも言えるデミゴッドになります。テキストなどから彼らは良好な関係にあったことが感じられますが、だからこそなぜ黒木刃たちはまるで守護者かのようにこの地でさまよっているのか。双子の妹からなぜか最も恐ろしい神人だと称されるデミゴッド。次回第3の容疑者ミケラについてプロファイリングしてみましょう。というわけなのですが、実を言うとこの動画の原稿は私の中ではこの第3の容疑者ミケラこそが最右翼として書き始めたものだったりします。ですが今回第2の容疑者のマリカ様について改めて情報を整理していくと、想定以上に話が噛み合って自分でもちょっと戸惑っています。ただの前座のつもりだったんです。現時点では正直もう私の中ではマリカ様が本命になってきていますね。でももしかするとこれからミケラについて整理していくとまた話が変わってくるかもしれません。うちのチャンネルは答えを急がずわからない話をするというのがちょっとした一つのコンセプトなので、第3の容疑者への追及がどういう形で着地するのかは現時点では未定ですが、何にせよなんかやるだけやってみます。今回のマリカ様のお話というのはうちの過去動画を見てきてくれている方ですから、例の1時間の錬金術講義を耐えていただけた猛者とそうでない初見さんだと結構印象というか受け止め方が変わると思うんですよね。だから初見さんもうちの白金人考察の前後編を見ていただけるとまたちょっと錬金術に関する印象が結構変わってくると思います。特に後編の方はちょっとハードルがあれなのかもしれませんけど、はい、そうですね。だからちょっとその後編の動画に関していいですかね。1時間尺の動画を作るのにざっくりと勉強時間とかもろもろ全部合わせると実は3桁いってるんですよ、時間が。はい、専門書を5冊以上読んで照らし合わせとかもしていますから、出費とかも少しありますしね。要は頑張って作りましたという話なんですけど、正直これはちょっとどっかで誰かに、言いたかったです。大変でした。はい、言わずとも感じ取ってくれというのも無理な話だと思うので、自分から言わせていただきました。原稿を書き始めて結構早い段階でもこの動画作るの死ぬほど大変だし、かといって特に受けないなというのはもう今までの経験から分かっちゃうんですよね。長い尺の雑学ネタというのはやっぱり人を選ぶというか扱いが難しいですよね。だからこそ公開できた時は我がことながら自分で自分に対してもなんというかドン引きと感動が半々っていう感じでした。不思議な感覚なんですけど、私の中ではもう大事な動画です。本当に図書館をはしごしたりして本を探して、そうやって見つけた比喩だらけでわけわかんない本に苦戦した3桁というのは大変ではあったんですけど、考えようによっては特殊なプレイを体験できたと思いますし、その成果をもうねこんなね何百人もの方々に報告できたというのは本当にありがたいですよね。
いいゲーム体験、エルデンリングのプレイ体験だったと思います。もし要望があれば、今から錬金術の勉強をしたいと思った場合、どの本をどういう順番で読むのがおすすめだとかも自分なりにお話できると思いますので、そうですね、そういうのももしあればコメントでお願いします。現状としては、うちはまだ再生数でどうこうとかいうチャンネルでもないので、本当の話、皆様からのコメントだけがご褒美という状態です。やっぱり数文字の挨拶の一言でも書き込んでいただけると、見てくれている方が実在するんだっていう実感として、やっぱモチベーションが全然違ってくるので、動画が面白かったらぜひお気軽にコメントお願いします。さて、最後になりましたが、冒頭で話していた第2の容疑者マリカ様を疑うもう一つの根拠をお話ししてからお別れとしましょう。ズバリ、死の呪魂が刻まれるの被害者なの加害者なの問題です。死の呪魂の片割れ、フィアさんの言う聖魂はゲーム序盤呼び水村で D さんが発見したものです。その D さんを殺害したフィアさんは、やっと取り戻せました、尊い方が奪われた聖魂をと話しており、さらには、あなたは聖魂を見たことがありますか？デミゴッドの最初の死に刻まれるムカデ傷の血管を、ゴッドウィンの聖魂は円卓で取り戻しました。けれどそれはもう一つ存在するはずなのです。だとか、ゴッドウィンの死には聖魂が刻まれました。けれどそのムカデ傷の血管はもう一つ存在するはずなのです。と話しています。D さんが呼び水村で具体的にどうやって見つけたのかはよくわかりませんが、フィアさんはその呪魂はゴッドウィンのものだというような言い回しを続けます。確かにストーリートレーラーを見ても、ゴッドウィンの背中には左肩から袈裟掛けにムカデ傷の血管らしきものが確認できます。呼び水村にはゴッドウィンのムクロに由来するであろう物体が芽吹いていますから、それも含めて考えると、呪魂とは死のルーンで殺された被害者側に刻まれるものだと考えられそうです。ラニ様も自害とはいえ、死のルーンの力を宿した武器で死んだ人物ですから、その肉体に呪魂が刻まれていて当然ということになりますね。ですが、ラニ様は自分でも話している通り、死の武器を作り上げた人物でもあり、それが厄介な問題になるんです。ロジェールさんは、それに儀式の主、つまりは陰謀の夜の主犯も見当がつきましたよ。で、ちょっと中略。月の王女ラニが陰謀の夜の主犯ならば、彼女の体には運命の死の呪魂が刻まれているはずです。と話しています。死のルーンを武器に宿らせる儀式、その儀式の主の肉体には運命の死の呪魂が刻まれるはずだというわけです。先に話したフィアさんの話とは真逆ですよね。被害者ではなく、むしろ加害者側にこそ死の呪魂が刻まれるということになります。しかもその後、主人公からラニ様に関する報告を受けたロジェールさんは、ラニ様の肉体が死んでいることに驚いています。つまりロジェールさんは加害者側に呪魂が刻まれるという考えからちゃんと真実にたどり着いたことになります。そう考えると、ロジェールさんの考えが間違いということはなさそうですよね。仮にそうだとすると、ゴッドウィンもまた儀式の主ということになりかねないわけで、それはそれで面白そうな話ですが、ピアさんの言い回しを含めて考えてもちょっと厳しい気がします。これが死の呪魂が刻まれるの被害者なの加害者なの問題です。この問題は結構悩まされた部分なのですが、結論としてはどちらかの説が間違っているとは考えにくい気がします。どちらも正しいと考えるのが適切なのではないでしょうか。つまり死の呪魂は被害者と加害者の両方に刻まれるということになるのかもしれません。デミゴッド最初の死者は2人います。そしてデミゴッドに最初の死を与えたという黒き刃の似姿は HP を回復するものと FP を回復するものの2種類が存在します。ゴッドウィンに魂の死を与えた凶器とラニ様に肉体の死を与えた凶器、もしそんな2種類の凶器が存在したのなら、それぞれの凶器にもそれぞれの儀式の主が存在するのかもしれません。もしそうだった場合、少なくともラニ様は己の目的のため
肉体の死を宿した狂気作成の儀式の主であって当然でしょう。もう片方もラニ様だという可能性は考えられますが、彼女に刻まれた呪魂は血管の一つだけのようです。仮に肉体と魂両方の死を狂気に宿した儀式の主であり、かつその片方の被害者でもある人物だとしたら、血管が一つだけというのは少し違和感があるのではないでしょうか。そもそも今回のような仮説に沿えば、彼女が魂の死を宿した狂気を作る強い理由は存在しないはずです。ならばゴッドウィン殺しの魂の死を狂気に宿した儀式の主は一体誰なのか。ロジェールさんの言う通り、儀式の主の体には呪魂が刻まれるとすれば、それは大きなヒントになりそうです。ここで改めてゴッドウィンの背中のムカデ傷を見てみましょう。まずこのオープニングの1枚絵から、ちょっと距離がありますが、首の付け根ぐらいをぐっさりといかれているように見えますね。ただどうやらまだお絵描きの途中のようです。これがどういう風に仕上がったのか、ストーリートレーラーの映像で確認してみましょう。これです。暗いですが近距離から見えますね。左肩から背中にかけて袈裟掛けの形で傷がついています。ラニ様の呪魂も背中であったり大まかな向きは似たようなものですが、ラニ様の傷は全く肩にはかかっていませんね。だいたい脇の下あたりからでしょうか。では改めてもう一度ゴッドウィンの傷を確認してみましょう。左肩から背中にかけて袈裟掛けの形です。実はこの話を最後の最後に回した理由は、とある動画をここで再生していただきたいからです。こんな長い話にお付き合いしていただいたばかりで恐縮ですが、この懐かしい動画をどうぞここでご覧ください。短いのでぜひお願いします。では今回の話はここまでです。また次回の動画でお待ちしています。どうもご清聴いただきありがとうございました。どうぞこの動画に飛んでください。左肩から袈裟掛けにです。では。